この青山ゆがないのお店には大きく3つの要素で構成されています。一つは一番わかりやすい白くアルミでできたシェルターという僕らが言ってるものです。これは建物の全体を覆い隠すようなものなんですけれども、二つ目で、建物の空間からちょっと通路にはみ出た一枚の壁があります。この壁はステンレスの鏡面仕上げ、反射する鏡面仕上げでできた壁です。三つ目は、これは商品を展示するための木製のキューブがあります。これは本当の生の木を切り取って配置した、もう本当にナチュラルな木製のキューブ。これら3つの要素が集まって、この店は構成されています。ただ、このシェルターを単に、コンパスで引いた丸、定規で引いた、直線、そういうものでは多分イグアナの目は満足しないだろうということで考えると、もっともっと複雑な形状、形式を具現化していくためには、コンピューターの手を借りることによって、より再生可能であり、複雑な形ができるというふうに判断をして、いろんな人の協力を得ながら、この設計にかかることができました。その協力してくれた中でも、特に重要な人が、ラオス出身の日本の大学院で留学に来ていたトミっていう方、この方と出会うことによって我々のアイデアが具現化することにできました。この路面っていうかこの店に組み込まれたもう一つの壁、これは建物に直角ではなくて27度ぐらいの角度でもって組み込まれている壁なんですが、これはステンレスのいわゆる鏡面仕上げ、鏡のように反射するステンレスの素材を使っていました。鏡とは違ってステンレスの鏡面というのは光をある部分吸収するような素材感を持っていると僕は思ってまして、反射はするんだけれども、ずっとあったような反射の仕方。これはなかなかいい、その言葉では言えないんだけども、光をそのまま反射するんではなく、一回吸い込んだ中でも少し時間を置いて返してくれるというような、言い方をすると、ちょっと時間を置いてた、その映り方。これは主観的なものかもしれないんですけれども、あえてそういう鏡ではなくて、ステンレスの鏡面を使うことによって、光の奥行きみたいなものを、影の奥行きみたいなものを出したいなと思って。で、それが同時に道路まではみ出てきてるんで、一つのアイキャッチャーとして通行をする人たちに、店への誘導を促すための一つの要素で、あります。もう一つ三つ目の要素である木製の切り株。これは60センチ、40センチ、45センチの、立方体キューブになってるんですけども、ここに実際の商品を置くと展示のための装置なんですけども、この店に置かれていることによって、実は大きな音を立ててひび割れをしています。実に、知らないうちにバキーッというようなですね、だから木は乾燥して、ひび割れするんですけども、一般的にはひび割れを嫌う場合があります。木製の場合は特に家具のなんかの場合には、亀裂が入ったりすることに嫌う場合があるんですけども、実は木というのは前の空気を吸い込みながら、十分生きてるものなんで、そういう生き物、ある意味で生き物をここに組み込むことによって、もう一つの原始空間、いわゆる、生命のある空間。僕はね、この店作りでいつも思ってる空間の中では、やっぱり、生きてる空間っていうのが一番大事にすることなんですね。で、生き生きしてるとか、
そういうふうな活力があるための生きてるということではなくて、実は生きてるっていうのはとってもね、密度が濃いんだと思うんですよね。密度の濃い空間を作る。それは物をどんどん押し込めることではなくて、空気の密度をいかに強くするか。で、そのための3つの要素が、この空間で、空気の密度を高めてくれてるんだと思ってます。